ございます。お願いします。酒粕漬けの鶏肉です。酒粕と、はい、ごま油とニンニクとお塩で。ここで5分寝坊するかどうか結構変わってきちゃいます。クロワッサンはちょっと大きめで、外も中もちょっと中の充実感も味わえる方がいいなと思って。すごいいい匂いですね。そうですね。すごくこれ美味しくて。あと5分でパンチ。うん。
ちょっと。とんかつ？はい。じゃあサンドのパン置いてるよ。まだ冷房つけていい？あれだともうそうするからプレッツェルに2番はい一部粉の一部をポーリッシュで発酵させて、はい、で本骨で入れるイーストをちょっと少なめで、はい、ルヴァンとか発酵した生地でイーストちょっと増やすことでもちろん焼きたても美味しいですけどなんなら次の日ぐらいに焼き直しても、美味しくなればいいなと思う。なかなか焼きたてばっか食べれる時ばっかじゃないじゃないですかお客さんも。あと5分ぐらい。この辺の人たちは急にパン文化が豊かになって激変ですよね。自分たちは逆にすごく今まで見たこと食べたことない食材とやっぱり山菜とかなめこの大きさにびっくりしましたね。なめこ大きさというかもう味もそうですけど、もう外出してる。
しょ。でももう私はついてない。で一回冷やし固める。うんはい。冷やし固めるんです。そうなんです。7番入ってる。あとレさんと白手さんあれ明日でしょ、白田さん。だからこれ午後に出るんですか？そうですね。はい、ブレッツェルいきます。ありがとうございます。よいしょ。デザンが2点、はい、カレーが1点、ママのスコーンが1点。このメニューもあったんですね。そうなんですよ。言われてから作る。本当オリーブオイルと生ハムだけなんですけど、やっぱいろいろ挟もうと思って値段も上がっちゃうし、この方がシンプルでバゲットの味も楽しめる。これを挟むだけなんで楽です。あ、そうなんですね。ちょうどよかったです。一回終わりです。よいしょ。じゃあお皿に置きます。ちょっとお皿に来たの。作り方は基本的に姉さんのやり方に沿ってるんですか？そうですね。作る上で気にかけてることみたいなのありますか？いやもう気にかけてることしかないですけど、でもやっぱり自分が食べて美味しいと思ったパンなんで。例えば本当に窯を熱くした状態で入れなきゃいけないので、その前に他のパンをギリギリまで焼いてられないっていうのが、でもまあ頭では分かってましたけど、そういうことって何て言うんでしょう、自分ロテクを作ることにおいてあんまり気にしてなかったけど、やっぱちょっとミキサーの
使ってる時間も長いですよね。少しこう水少しずつ入れたり、手が少し取られるっていう。でも最初からもうそういう毎日やるっていう風に組んでたので。例えばミキシングをもっとかけてパンチももっと強くするとちょっと生地がコロコロってした感じになってすごくこう触りやすいんですけど、くっつくかどうかなっていう時ぐらいの方が結構皮をバリッとして中の艶やかな感じっていうか、っていう言い訳ですけど、すいません。あのぐらいの方が絶対美味しいのが出るんですよ。でちょっと扱いやすくなるともうなんか白っぽい生地になってなんかあんまり美味しくないのでギリギリ狙うから、もうこの駆け引きで私も何回も引きずったりしましたけど。半年前ぐらいに横浜のお店にもともと大ファンで行ってた私の友人がいて、その彼女と前をたまたまここを通かかってで、あーって言って、それで彼女がもう大興奮してそうなんです。前回はねスコーンをいただきました。どうですか？いやもうなんか今まで食べたことないスコーンでびっくりしました。美味しかったです。はい。サラの時から定番ですもんね。これはそうですね。ただ粉が今長野に来て違う粉なので、やっとしっくりするのに出会えて、はい、配合もまた全部立て直して。言ったら悪いけど、こんな田舎のところであんな本格的なロデブがあるんだから、すごいなと思いますよね。お願いします。はい。あとクリームパン2つと。ありがとうございました。お願いします。びっくりたまげて。本当？お祝いで1年のお祝いでいただいちゃったんですよ。もうそうなんですか。びっくりです。作るのにどのぐらい時間かかるんですか？夜しかやってなかったので4ヶ月ぐらいはかかりました。愛です。3分の1をっていうことですもんね。4ヶ月。ちなみにどれが一番お気に入りなのは？私は山食パンが一番大好きです。全然違います。大事にこれがなくなると不安になります。これ付け加えたんだけど。付け加えたんですか？そうそう、昨日これも増えたんです。これどういうふうに並べようかな。これにバターすごすぎる。ビール飲むって言ってました。知ってますこれ。パン泥棒って。ああ、パン泥棒絵本ありますね。うん。うちも持ってます。持ってます？パン泥棒。パン泥棒だ。増えたの。甘いものにもしょっぱいものにも。完全にパン泥棒じゃないですかこれ。パン泥棒してます。泥棒してる。担いでますね。担いでます。焼きこれがチーズ。あれに約1本とかだから結構絞れるのでまた良かったです。と食パンを1つください。なんかお気に入りはどれなんですか？クロワッサンです。あと食パン。今もヤギのね、ヤギを育ててない。そうですね。ヤギの牛乳を今いただきました。フレッシュな絞りたてを素晴らしい。絞りたてだから今絞った。そうです。今さっき絞ってまだ暖かかったです。すごい。思ったら。多分あれですよ。すごい田舎暮らしってこういうのもあるから最高です。横浜じゃない。すいません、ありがとうございます。この物件探したのもジュンさん。そうですね。日帰りで割と来てて、まあ結構北から
いろんな動きいましたよ。でもここがなぜ良かったかというと青木村がいいっていうよりもどっちかというとこの街道沿いにまっすぐな街道沿いに物件があったんで、こう入り組んでるところだと商売するとやっぱあんまり、ね、周りにあと民家とかあるとまた迷惑がかけちゃいました。じゃあ青木村じゃなくてもよかった。もうまあそうですね、あまり知らなかったんで、あまりそういう意味で情報がなかったんで、全然ゆかりも縁もゆかりもない。ないんですね。長野県自体には僕はないですね。うちのやつも長野っていうのは多分。ただ以前からその先ほど言ったあんずとか、あとリンゴですよね、長野っていうとね、あとプルーンとか、ものすごい産地なので、はい、来てたんですよ。ちょっと不安はありましたよ。じゃあ果たして、ね、どれだけお客さんが、まあ、今 SNS なんかでいろいろ発信すると、まあ、知ってもらえるけれども、じゃあ車でね2、30分上田から来るのにやっぱ20分ぐらい2、30分かかりますんで、じゃあどうなのかなっていうところはありましたけど、私はその周りの畑を、まあ、有効にちょっと今ブルーベリーなんかを育ててまして、まあ、できればこう観光農園っていうんですかね、摘み取りに来ていただいてっていうようなことを考えてますけどね。元はロフロって言ってデンマークのライ麦パンなんですけど、ライ麦イースト使わない沢種だけで発酵させた、はい、そば粉が入ってる。そばの粒ですね。そう、実が入ってる。実が入ってるんですよ。これなんですけど、粒がすごく普通のおそばより大きくて甘みがあるんです。これをご飯みたいに炊いて、それをライ麦に入れて、ロフロって本当は引き割りのライ麦と、ライ麦全粒粉を使って沢種でゆっくり発酵させるっていうパンなんですけど、夏はどうしてもすごいこう重くなってしまって、何かもうちょっと食べやすいのないかなと思って考えたんですけど、ロブロを作る時に試作してた時に塊のままでお渡しするよりもあんバターにしてお渡しした方が食べてもらえるんじゃないかと思って。ロブロとあんバターの組み合わせ。あ、そうですね。これすごく合うんです。ちょっと雑穀おはぎみたいな感じで。ちょうど寒くて長野もライ麦を作ってる方がいたっていうことも、私も作り続けようと思ったきっかけなんですけど、長野のロブロを作りたいなっていう気持ちも、はい、ありました。10時に合わせて焼きたてのやり出せればいいなと思って。自家製なの。そうですね、自分の作った桃ハムですね。ありがとうございます。お待たせしております。保存袋としてお使いください。はい、でしょう。はい、あとクリームパン2つ。クリームパンはい。ウェブサンドが今レザン3個、今スコーンはご用意しました。スコーン1つ、はい、ご用意します。ロデブのね、生ハムのサンド美味しいし、あとカレーパン美味しい。昨日はちょうど朝から来たんですけど、もうすでになくて、パンがなかった。もうあとブレッツェルしかなくて帰ってきちゃったんです。
何時に来たんですか。 8時半前ですかね。たくさん書いて久々に来れたんで満足。これはドレブなんですけど、すごくこれが好きなので、半分は私が持って帰って、半分は夫に置いて帰ります。ロデブはどういうふうに食べるのが一番好きなの。ここでも一食サンドイッチにされて提供されてるんですけど、私たちもやっぱり同じようにして挟んで食べたり、あとはスープとかシチューとかそういうのをするときにいただいてます。とりわけ好きなのはこれくるみと、これとあと午前中に来るバゲットがもうバゲット最初にはまっちゃって、それでこれがあるのを教えてもらって、それで別で午前中と午後違うのでパンの種類がはい、だから来るときは1日2回来ます。そうなんですか。もう香りも違うし、噛んだ時の味が口の中で味が違います。ハマっちゃったんですね。ハマっちゃう、もう本当に今の話ハマっちゃったって感じで。すごいね。なかなかね混んでるからタイミング良くないともうほとんどない売れちゃってない時もあるし、ほんのちょっとの差で。ありがとうございました。すみません、ありがとうございます。すみません。でもこの営業時間のこのスタイルはなんでこういう時間になったんですか。2つに分けるのですか。そうです。2つに分けるのは多分どこかで仕切り直しねしないと。前からなんかちょっとそういうのに興味があるって言ったら変ですけど、なんかパン屋さんと人の流れは大体同じなんですけど、どうしても作るなんていうんですか、その品薄になっちゃう時間ってあるなと思って、また今度3人でやるってなったらなおさらドドーッとお客さん来たらちょっとやっぱりお昼の前は一回切っちゃってもいいのかなと。どのぐらいの頻度で来られてるんですか。いや来れれば週4日とか来ますよ。うち4日営業ですから、毎日ないですよね。来れれば週4日来るぐらいだったら、もうオープンする前とかはどうしてたのかなと。いやいや、パンなんてほぼほぼ食べなかったです。あ、そうなんですか。そうです。急にじゃあ生活の中にパンがそうです入り込んできた。入り込んできた感じです。なんかおすすめみたいな。やっぱロデブが好きで。はい。ロデブここに来るまで知ってました。いや知りません。全然知りません。パンの種類なんて全然わかんないです。ここで出会ったんですね。そうです。ロデブどうやって食べてるんですか。好きなものを挟んで食べてます。おばあちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。今日暑いです。はい、今日暑いですね。暑い。おばあちゃんです。いや、最後いつもいただいちゃって。ああ、そうだったんですね。あと美味しい栗ご飯とか。栗ご飯とか。もう田舎ならではのね、美味しいものいっぱいいただいてるんですよ。とんでもない。私の方がいただいてる。もうね、パンになっちゃう。いられないな。私、パンが出ちゃう。いられない。だから、もう、ありがたい。まあ、これか。あ、これですね。これブレッツェル。これがおばあちゃんが今好きなんです。ブレッツェル。あ、そうなんですか。こんな食べるんですね。美味しい。ね、パンの本当の味がある。ないんだから、他まで焼きたてのパンなんてない。そうですよね。だからもう本当にありがたい。本当にありがたいです。昨日いただいただけのこで、これこの間いただいたので、昨日ちょっと作ったんですけど、ちょっとお酢っぽい味だから。お粒でスライスしてね。やっても美味しい。オリーブオイルとニンニクで炒めてるんで、これも入れときます。入りますね。はい。もう80過ぎてだから。いやー、そうですね。シャキシャキ歩いてるからすごいなと思って。畑もやってるんですか。はい。すごい。私は全部やってます。
がとうございました。ちょっと試作、こんなに忙しいのに試作したくなってしまいました。試作したいっていうか、いつもパンドロデブ作って、まあ食パンにもルバン作ってますけど、ちょっとパンオルバンを販売したいなと思って、ちょっといろいろ理由あるんですけど、こういうルバンみたいなパンがこう極端に言えばまあ食パンぐらいの気持ちでお客さんにこう食べてほしいっていうのがあって。プロですか。ボルシチです。ボルシチですね。山は行ってないんです。山は行ってないです。すいません。こんな光でいいんだろうか。信州ポーク。信州ポーク。これはまだ農家さんが引いてくれてるライ麦の引き割りなんです。これ。これはライ麦の。はい、その引き割りと全粒粉と。これ入れます。2回に分けます。混ぜていきます。吸水の量なんかが本当によくわかるから、もうちょっと水増やそうかなとかいろいろ感じるんで、最近は手仕込みばっかりです。これから暑くなるんであんまり高すぎちゃいけないんで、冬なんかだと30度目指しちゃうんですけど、それで酸味、例えば24度とか23度にこれ上がっちゃうとやっぱり酸味が出てきちゃう感じなんで。今日何時ぐらいまで仕込みかかるんですか？そうですね、ちょっとお風呂屋さんが9時20分までの入場なんですよ。お風呂屋さん？お風呂屋さんがないの、お風呂がないので、まあ9時に出ればギリギリ入れるみたいな。そこまで。それまでに、はい。オーブンつけます。全部ブルーベリーなんですけど、ブルーベリーって種類がまあ200種類ぐらいあるんですけども、うちに今あるのは40種類ぐらいですかね。こう 1.5 メートル間隔ぐらいでこうバーッと。これなんですね。これがブルーベリーですね。ここに最終的に600本なるってことですか？まあ3つ合わせてですね、その上の土地も一応しようと思ってますんで、3年後ぐらいには木が成長して実をたくさんつけるというのが一応理想の形としてはあるんですけどね、まあ、どうなるかというところで、はい、息子にしても家内にしてもパンの方が忙しいんでね、もうほとんど私一人で全部やってるんですよ。だからそれこそ牛歩の歩みじゃないですけど、少しずつシート引くんだって、まあ、やっとあそこ引き終わったんですけどね、これだけでも10日ぐらいかかったですかね。ゆっくりゆっくり、そうですね、そんな状況です。マイペースでやってます。